ゼロから旅行業務取扱管理者第9回です。今日は JR の料金、学割、そして廃止された制度を学びます。運賃との違いを抑えるのがポイントです。まず、運賃と料金の違いです。運賃は距離に対して払う基本の対価です。料金は特急列車や設備などを利用するために運賃とは別に支払う対価です。特急に乗るときは運賃に特急料金を足します。必要な切符は利用する列車と設備で変わります。特急列車の普通車では座席に応じた特急券が必要です。特急のグリーン車や寝台車では特急券にグリーン券や寝台券を加えます。普通列車や快速列車の指定席では乗車券に指定席券を加えます。特急料金には指定席と自由席の区分があります。指定席特急券ではあらかじめ利用する列車と座席が決まります。自由席特急券では自由席がある列車の空いている席を利用します。指定席の料金は時期で変わる場合があり、自由席がない列車もあるので注意しましょう。グリーン車と寝台車は必要な切符の組み合わせで覚えます。特急列車のグリーン車では乗車券と特急券にグリーン券を加えます。特急列車の寝台車では乗車券と特急券に寝台券を加えます。普通列車や快速列車のグリーン車は乗車券と普通列車用グリーン券で利用します。まず、往復乗車券と往復割引の制度改正です。どちらも2026年3月13日で取り扱いが終了しました。3月14日以降の往復は片道乗車券を2枚購入します。ただし3月13日までに買った券は有効期間内なら使用できます。次は現在も使える学生割引、いわゆる学割です。JR の指定学校の学生生徒が学校発行の学割証を提出します。利用区間の片道の営業キロが100キロを超える場合が対象です。大人普通旅客運賃が2割引きになり、特急料金などは対象外です。次は新幹線と在来線特急の旧納系割引です。この一般的な納系割引は2024年3月16日利用場から終了しました。現在はそれぞれの区間の特急料金を確認するのが基本です。ただし、個別の特別料金やネット商品は別なので、問題の条件を確認します。ここで2026年6月1日現在の制度を整理します。学割は条件を満たす普通運賃の2割引きです。往復割引と旧来の納系割引はどちらも取り扱いが終了しています。過去の制度を現行制度として覚えないようにしましょう。引っ掛けポイントです。学割は片道の営業キロが100キロを超え、学割証を提出する場合に使えます。割引対象は普通運賃で特急料金やグリーン料金ではありません。廃止された一般制度と現在の個別商品や特別料金を区別しましょう。今日のクイズです。学生割引で2割引きになるのはどれでしょうか？ A は特急料金、B は大人普通旅客運賃、C はグリーン料金です。少し考えてみてください。正解は B の大人普通旅客運賃です。学割は普通運賃の2割引と覚えておきましょう。今日のまとめです。特急やグリーン車などは必要な切符の組み合わせを確認します。学割は片道100キロを超える区間の大人普通旅客運賃が2割引きです。往復割引と旧来の量刑割引は終了しています。試験では2026年6月1日に有効な規則で判断しましょう。次回は国内観光地理に入ります。第10回は東日本の観光地を整理します。役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。
それでは次回またお会いしましょう。